現場ボーン。ビーバーの数が1900匹を超え、2000の大台目前の我が町。今回も頑張って町を発展させていきましょう。今回もちまちま新城を建築。なんかお堀を堤防で囲んでるのかな？お堀の水深が低すぎて、川の水が入ってきちゃって排水できないので高さを上げております。ただの設計ミスじゃねえか。てへ。ザンダムの家をいい感じに改築したくて既存の家や橋を壊したいけど、ビーバーハマりそうで考え中。山まで一本道だからハマっちまいそうだな。てか画面カックカクだな。ビーバー瞬間移動するから壊すタイミングが見極められない。まあ最悪建物破壊して救出だな。じゃ、倉庫の中身も搬出したのでこの辺撤去してきましょ。迂回路は事前に用意したけど、事故らないように要注意だぞ。あいよ。注入区子供ビーバー。長距離転移で脱出。結構な距離飛んだな。そして安定の立ち往生事故。結局やらかしてんじゃねえか。壊す予定じゃなかった家も、仕方がないので壊しましょ。ビーバー命第一だな。少しの間ホームレスになっちゃうけど、新築建ててあげるのでお許しを。あ、ちょっと待て、この音前にも聞いたことあるぞ。じゃじゃーん、イリュージョン成功。アホか。てかせめて屋上から脱出しろよ。では再度チャレンジ。あ、一匹だけ取り残された。イリュージョン。失敗。再度転移。また家の上に。仕方ないここも撤去。でも家の上にまた転移。そしてここを撤去しようとしたらフリーズ。もしやついに来てしまったのか？ PC の限界。結局10分ほど待ってみたけどうんともすんともならず再起動。頼む。復活してくれ。そして運よくオートセーブでここから再開。むしろオートセーブのせいでフリーズしたかもしれん。よし家の撤去成功。さあビーバーよ、転移じゃー。無事脱出。なんとか乗り切れたな。これでもうちょっとこの街で遊べるぞ。ではとりあえず、壊しちゃった家の仮設住宅急いで作ってもらいましょ。てかすでに全体でホームレス200匹いるしな。あ、やばい大爆風の食料残り300しかない。PC の限界も近いが、食料の方が先に限界来たな。無食どもを避難地域に送り込んで時間稼ぎだー。急いで食料増産しないとだぜ。大爆風の対岸に農地を拡張します。対岸でも地区の範囲切り入るのな。だーっと小麦とか作ってもらいましょ。これだけあればある程度は食料自給できるかな？こっちも堤防作って水位を一定にすれば、水生農場ができそうかな？ちょっとでもいいから収穫できるといいな。はっはー。前回半分のうちにしたところだな。こっちもさっさと更地にして農地にしちゃいましょ。だな。左遷現場も葉っぱで更地にして農地を拡張。あと製粉が追いつかないので、一部をジャガイモに植え替え中。製粉する手間がないからジャガイモって結構優秀だよな。はっはー。前回からやってる立ち退き用の家の建設のため地形を整地しております。そういや橋架けるのに邪魔な家壊そうとしてたな。ああ。ゴノグさん、お亡くなりです。私はやってないぞ。あ、こいつ上に家建ててごまかしやがった。さて本拠地にグリル屋さんでも作って食料対策と。ゴノグさんの悲劇はスルーされるのであった。数千あった栗の在庫がなくなってしまったので、グリルの設定を焼き西洋高骨に変えましょ。誰かさんが狂ったように栗を食べていたとの噂も。栗？うまー。おまわりさんこの人です。山城のパン屋さんいつの間にか完成してた模様。今度はグリル屋さん追加しましょ。急いで作らないと食料難になっちまうぞ。数字の減り具合を確認して、世界を見守る日々。とりあえず食料の急激な低下は収まってきたかな？セバジーは、喉の渇きで死にました。あ、それあかんやつです。大爆風から避難地区に避難させたビーバーが、水全部飲み干しちゃったみたいだな。ここのすべてのビーバー首都のニューフォーリンラブに至急避難させましょ。みんなカッサカサになる前に移動するんだ300匹の大移動。ギリセーフでカッサカサを回避。他の地区からビーバーを送り込んで、避難地域の復興作業をさせます。
元気なビーバーに水を汲んでもらって、さっさと復興させないとな。またやらかすと困るのでポンプも追加。ビーバーが多いと汲み出す速さが追いつかないんだぜ。そして避難ビーバーを受け入れた本拠地の水の在庫、残り600でございます。さすがに一つの地区でビーバー1000匹を賄うのは無理があったか。無色脅威の761匹でございます。今すぐ水を汲みに行け。無色を他の地区に送り込んで安定化を図りましょう。避難民を押し付けた結果、山城裏の町の水が枯渇。移住先のさじ加減ミスってんじゃねえよ。結構難しいんじゃよ。てかなんか知らんがポンプにビーバー割り当てられてないのな。ビーバーの配置に1日くらいかかるみたい。PC が重くなってる影響なのかな？町の中心とか運搬員止めても、すぐにはポンプに行ってくれなくて困惑中。本拠地もさらなる水の確保が必要なので、メリーゴーランド撤去してポンプ作りますです。てかそこのメリーゴーランド換気で水車止まって動いてないこと多いし、いらんちゃいらんよな。山城裏の町は貯水ゼロの給水ポンプ担当ゼロ、無色82のカオスになっております。絶対に働きたくないでござる。鋼の石。でも深夜にはちらほらポンプに就職してくれるビーバーが現れ、無事乗り切れました。バグとかじゃなくてよかったな。さてトラブルもだいぶ落ち着いたので、新城の城壁の追加工事でもしましょ。お、ここもだいぶ建設が進んできたな。この後宮殿やら建てればそれっぽい感じになるかな？完成が楽しみだな。大幕府の水生農場の堤防が完成。前回は栽培失敗しちゃってビーバーかわいそうだったし、今回はいっぱい収穫できるといいな。あ、小麦作ったけど製粉所作るの忘れてた。おバカちゃん、もう小麦の収穫始まってるぞ。ごめんちゃい。この辺の運搬員の拠点の位置が気に入らないので、移築。そういやその辺前回から再開発中だったな。山城の前で育ててた水蓮が収穫を迎えました。若干食料不足だからありがたいぜ。首都の水生農家さんも大繁盛。綺麗に咲きました。庶民ビーバー町の近くの島に農場を建設。適当に作った町だったのに、いつの間にか食料の一大生産地になりつつあるな。ザンダムの家の改修工事の影響で放水場にアクセスできなくなり、周囲がカッサカサに。水門開けて手動で水入れないとだな。いのー、ちの水。少し畑が枯れちゃったけど無事復活。建物の方は大きめな家を建設することにしました。屋上に祠があって少し宗教感ある建物になりそうだな。そしてこの聖なる地で、ビーバー2000匹に到達。おいもう2000匹割ってるぞ。早朝は老衰でお亡くなりになるのです。そして今日もまた新たな命が生まれる。いのー。あ、歌わなくて大丈夫です。これが2000匹のビーバーが住む町だー。マップの半分くらいは開発したんじゃなかろうか。それでは地区の位置をちらっとご紹介。この辺りが私が人と呼んでいる、ニューフォーリンラブ。3分の1くらいは堤防で囲んで干拓したんだよな。ここが全ての始まりでした。残念なダムこと、ザンダム。ダム作ったら廃村のつもりがしぶとく生き残った町。なお、面倒で水門の開け閉めしないのでダムはただの飾りです。おい。山城。いい感じの山に城を建設、今となっては懐かしいな。城壁内に家もいっぱい建てたので、結構な数のビーバーが住んでおります。山城裏の町。大穴ダム建設のために作った町だな。ここも廃村予定だったけど、そのまま有用することにしました。安定の無計画。避難地区。町の開発中に大飢饉が発生して、それからここは有事の避難所になったんだよな。でも未完成の状態で難民を受け入れられる余裕など当然なく、よく崩壊しております。崩壊したらダメだろう王が。左遷現場、何のために作ったか思い出せない。1ヶ月ちょっと前の話だろ、頑張って思い出せよ。気になる方は過去動画をチェックだ。こら。庶民ビーバー町。今建設中の新城の城下町にあたる、下地もビーバーが住む町です。なんでこの町だけ変な設定付けしてんだよ。なんとなく。おい。この辺が建設中の新城。
コツコツ作って城壁と堀が完成したな。宮殿ができたらそれっぽくなる予定。適当だな。上空からの写真合成に失敗した、大幕府の町。失敗しててもそのまま使う、安心の適当仕事を。首都フォーリンラブに次ぐ大都市でございます。ついでなので普段適当にしか紹介できてない、水の流れを適当にご説明。説明でも適当である。右側の流れは途中洪水対策で排水しつつ、最終的には首都の貯水槽まで流れて排水されます。左側の水も首都の貯水槽まで流れて排水されます。二つの川が合流して、水位が一定になると排水されるって感じなのかな？多分そう。適当だな。こうして我らの町は超巨大都市となったのだった。もしかして唐突な最終回？私たちの戦いはこれからだ。続けんのかよ、紛らわしいぞ。いやまだ心情とか立て終わってないし、一応 PC も動いてますので、もうしばらくグダグダ続きます。では街の紹介で尺を使いすぎちゃったので、このくらいにして最後に街の様子を見てきましょ。左遷現場。不審死の跡地には立派な家が建ちました。事故物件。農地拡張中の庶民ビーバー町。ここ急激に開発されてるよな。こじんまりした田舎町だったはずなのに、なんかごちゃごちゃしております。新城建設地。ちまちま作ってます。シレットベリーとかも栽培始めてます。ザンダムでは新しい教会っぽい家を建設中。山頂の祠から流れる滝が少しかぶっちゃいそうで、景観が損なわれそうだな。まあ完成してから微調整しましょ。だな。山城。こっそり手前のところに水門ずらーっと作ってるのな。うまいこと水位が保てたら、こっちにも水性農家さん拡張しようと計画中。なーる。山城裏の町。今回やらかしてるしポンプ増強だな。食料はいっぱいあるので水が用意できれば、ここはもうちょっとビーバー増やせるかな？避難地区。避難すると二次災害に遭う町。まあ地道に回収してきましょ。大幕府の町。食糧難になってたけど、無食を送り出して一応復活したみたいだな。新たに水性農場と小麦畑が稼働して、ちょっとずつ食料の備蓄もできてきております。無食たちも少しずつこっちに帰ってこれるな。首都ニューフォーリンラブ。今回は水がギリッギリまで追い込まれたな。急いで給水ポンプ作ったので、一応難は逃れた感じであります。さよか。では地区の中心に溢れ返るビーバーを見ながら今回はここまで。いや待て多すぎだろ。2000匹おめでとうと思っていただけたら、高評価チャンネル登録お願いいたします。励みになります。2000匹一瞬だけで安定してねえじゃねえか。って方も、次回安定するからチャンネル登録してくれてもいいんだぜ。ADSL には長時間動画は辛いのじゃ。さっさと切り替えろ、もうすぐサービス終了だぞ。あ、いいよ。では、またお会いできることを願って、